1849年、イラク北部の古代都市ニネベで考古学者らは遺物をふるい分けていた。聖書の物語を実証するものを探していた彼らは、世界最古の文書を見つけた。脆い粘土板には4000年前の物語が刻まれていた。最初の翻訳者は魅力的な物語に心惹かれて解読した。この物語ギルガメッシュ叙事詩では、ウルクの王ギルガメッシュが結婚式をぶち壊しては、花嫁とその夫の初夜に先駆けて自分が花嫁と寝ていた。ギルガメッシュを抑えるために女神アルルはライバルのエンキドゥを創造した。エンキドゥは野獣、侵略者、悪霊が漂う混沌とした町の城壁の外に住んでいた。女神の二層イシュタルがエンキドゥを誘うと、彼は野獣たちに拒絶されたため町へと向かった。暴君ギルガメッシュに出会った彼は王を止めようとした。二人は町の通り中で取っ組み合い、辛くもギルガメッシュが勝った。二人は無二の友となり、友を得た王の心はウルクの花嫁たちから戦いで自分の力を証明することに移った。二人は千の顔を持つというレバノン杉の森の番人フンババを退治する旅に出かけた。二人はフンババを尾行し待ち伏せした。フンババは命乞いをし、王がとどめを刺す間際に二人を呪った。ウルクでは女神イシュタルがギルガメッシュに恋患った。彼女が関心を失うと呪うことを知って、王は彼女を先に拒んだ。イシュタルはウルクに天の目牛を放ち、作物や人々を破壊した。王とエンキドゥは町を守るためにこの化け物を殺したが、神々はエンキドゥを殺した。王はメソポタミアの黄泉の国、薄暗い埃の家に入った。そこでは死の霊が永遠にひざまずき、泥を喰らい岩を食していた。エンキドゥを痛み、自分の運命におののいた王は宇宙の山々を越えて不死を求める旅に出た。サソリ族や宝石の木の園を過ぎ、山脈の下を這い、朝日を追い越し、ついに世界の果てにたどり着いた王は一軒のバーを見つけた。バーテンダーは女神シドゥリだった。彼女は不死を追い求めるのを諦めて、死が迫るまでは人生を楽しむべきで、万人は死ぬ運命にあると言った。でも王は諦めなかった。仕方なくシドゥリは死の海を渡って不死の男ウトゥナピシュティムに会うよう教えた。神々が彼に不死を認めたのは、大洪水の時に箱舟を作り、動物たちのつがいを乗せて山頂に到着したからだった。ウトゥナピシュティムは王に万人に訪れる死を受け入れるよう勧めたが、王は聞き入れなかった。そこで眠りに勝てば神々が不死を認めるだろうと言った。王は7日間の不眠を試みたが、すぐに眠ってしまった。ウトゥナピシュティムは王に永遠の若さの証の海底の魔法の植物のことを話した。王はその植物を採集したが、帰り道で蛇に横取りされた。王は再び美しい町に目を向けた。そして死との平和を見出し、生涯の善行を誓った。王は後世の人々のために自分の物語をラピスラズリ板に刻んで町の城壁の下に埋めた。ニネベで発見された板はアッシリア王アッシュールバニバルの文書だった。物語は架空だが、王はウルクの実在の王とされる。王の物語は紀元前2000年かそれ以前のものと推測されるが、今日でも文学で反響を呼んでいる。
テッドエドは可能な限り多くの言語で質の高い教育コンテンツをできるだけ多くの人々に無料でお届けできるよう努めています。ペイトリオンに寄付して非営利団体の私たちの活動を支援してください。そしてチャンネル登録もお忘れなく。